今回は専業投資家の目線で VTuber 学校とあなたが入学しようかなっていう学生に対して職業につけることができるのかっていうのを考察していきましょう。代々木学園とか、それから VTuber の学校を始めたいなっていう業界の人も参考になると思います。VTuber の専門学校ができる。エニカラー株価の影響はあるのか。新種 VTuber カンブリア時代の幕開け。代々木アニメーション学院が2024年4月に新たに開校する VTuber 化、従来の YouTube 化を進化させた新しい学科です。VTuber という職業を育成する専門学校ができた。これすごいんですよ。何がすごいってわかりますか？人間の娯楽として VTuber はあったのに、職業として教育する時代になったから、学校で進学、子供の進路希望でどこに行きたいですかっていう時に、VTuber なりたいです。いいじゃないかみたいな先生が、よしよしみたいな、そんな時代が来たのかって思いますよね。イギリスの経済学者で、自身が男爵という貴族と投資家で20世紀における最重要人物の一人。この人が100年後を予想していて、仕事は全部機械に置き換わって、じゃあ人間の仕事はっていうと、娯楽を楽しむという時代が来ると、ケインズの予言が的中していますね。働く人がいなくなるの？それで暮らしていけるの？それに関しては僕が実例で、株式投資で働く必要がなくなったため、趣味で VTuber 活動をしているんですね。働くからお金を得る。生きるために働く。みたいな、そんな常識がなくなって、楽しんだら資産が加速しているっていう実体験があります。趣味をやってお金が増える。不思議ですよね。僕の結論は VTuber は職業となり、投資業界にも進出してくる。不動産や株式投資はこれまで顔が見えないから怪しいっていうイメージがあったんですけど、それが VTuber の顔出しっていうのはリアルの顔出しと同じような心理現象が起きています。よって、親しみと信用を得ることができるようになりました。これは今の VTuber 業界を見るとわかりますよね。また、僕が取り扱っている株のテーマ、投資のテーマだと、エンタメの貧乏人ではなくてね、お金持ちと信用がある富裕層がファンとなってコミュニティとなり集まってくるんですよ。そうすると知識をね、全部集めることができる。貧乏人から距離を置くことができる。巨額のお金が動く、投資 VTuber の経済圏ができると予想しています。実例で言うんだったら、チャンネル登録者数200万人を超えてリベシティというコミュニティがある両学長が最も成功した例でしょう。トップ VTuber になれたとしても、企業の VTuber だったら何%手数料を持っていかれるかっていうと 70% なんですよ。めっちゃ多い。もう 30%。しかもそこからまた税金がかかっていく。じゃあ個人だともっと 100% もらえて自由に使えていいんじゃないのって思うかもしれないじゃないですか。学生はそう思いますよね。でもね、知名度がゼロの状態から2時3時とかホロライブとか全部こう奪って YouTube のサムネイルに表示させるっていうのはめちゃくちゃ大変なことなんですよ。20代前半くらいの年収を稼ぎたいなっていうんだったら、スーパーチャットだけでは1000万円くらい必要なんです。そして年収300万円前後の30代前後ぐらいのサラリーマンぐらい稼ぎたいなっていうんだったら、スーパーチャットでは700万円必要なんです。上位100人だったら専業でも暮らしてはいけそうという結論ですね。4万人以上の VTuber の上位100人に入るっていうのは神のなせる技。投資家としては全く再現性のない行為。ギャンブル以下の行為です。僕は会社員ではなく、VTuber を趣味で行っていて、確定申告上一応専業 VTuber と言っています。いずれにしてもこれまでの VTuber とは異質の新種の VTuber です。YouTube の広告収入とかファンボックスとか、そういうメンバーシップとか、そういうのにも全く依存しない。なくなったとしても生活ができる、生きていける、仕事してもない。しかもここで驚くのは、チャンネル登録者数1万人とか、メンバー有料のメンバーシップ200人とかいう実績があるのにも、僕自身すごく驚いてます。今回は専業投資家の目線で VTuber学校とあなたが入学しようかなっていう学生に対して職業につけることができるのかっていうのを考察していきましょう。代々木学園とか、それから VTuber の学校を始めたいなっていう業界の人も参考になると思います。こういう投資家の目線で話す人ってもうまずいないですからね。経営者の目線かもしれない。さあ、目次いきます。代々木アニメーション学科 VTuber 化の特徴。2次3次運営企業がカリキュラムを監修。日本テレビグループのプロジェクトに参加。代々木アニメーション45年以上の教育実績を活用している。代々木アニメーションの学費のサポートはあるのか？あとは従来からある週1の VTuber コースと何が違うのか？あとはこれが大事ですね。オンラインの説明会。それを受けての感想。これはね、パンフレットを取り寄せても書いてないことです。あとはプレゼンターの話とか目の動向とかを見て思ったことを、投資に行きそうだなって思ったこととかを話そうと思います。代々木アニメーション学科 VTuber 化の特徴。なんといっても2次3次の運営がカリキュラムを監修しているっていうのが学校の信用っていうかな、大きな信用を持ってますよね。代々木アニメーション学院の VTuber 化では業界をリードする2次3次の
運営の企業であるエニカラーがカリキュラムの監視を行っています。利益余剰金とか現金同等物の推移を見てみると、ゼロの状態だったのが、3年で余剰金100億円のストックがあるので、大きな事業を控えているようにも感じます。めちゃくちゃ3年後のトレンド、2026年に対して、我々にはなんか自信がある。説明はできないけど、みたいなそういうのがあったんで、情報の制限が通達されているんだろうなと思います。株価に影響する発言っていうのは、聞いてもなかったので、一方で、プレゼンターの目の動向や話したいけど言えないなっていうのも聞けて、ビデオ通話で確信しました。エニカラー株価指標も来年割安になることは間違いなくて、配信企業の情報活動、認知度の絶対適正に調整されるんです。PER、売上が2倍3倍になるっていう確信を持っているようで、仮にそれがなったとして、PER が3分の1になる。絶対 YouTube とか情報メディアで大きい影響力を持っているエニカラーなので、絶対適正値に調整されるんです。グリーの2013年株価が1年でね、100倍になった時があるらしいんですけど、これを連想しますね。ちなみに2013年は僕は高校生でした。日本テレビグループのプロジェクトに参加していること。VTuber の学生は日本テレビグループ初のバーチャルエンターテインメントプロジェクトっていうそのパラストに参加できる機会を得られるようです。後で詳しく説明会での説明で加えるんですけど、オンラインでパラストっていうのは説明されているので、アニメエンタメの専門校である代々木アニメーションとテレビ業界がタッグを組んでパラストというものを作りました。これはなんで実力がなくてもこのキャストとしてねじ込むことが、学生をねねじ込むことができるかっていうと、お金を出してるからです。出資をしているから。それは株式と一緒ですね。お金を出したから、投資をしたからリターンとして配当金を得るっていう。あとは株主総会に出席の議決権を与えられるっていう。これは資本主義と一緒です。実力がどうこうっていうよりも、今の時代はお金を持った方が VTuber にもなれるし、なりたい自分にもなれると思います。お金持ちの日本でも、現実投資したい貧乏人の方がね、95% を占めています。僕が投資のお金に関わる話をしてもね、VTuber 業界では全く受けなくて、投資の業界でチャンネル登録者数が集まってるんですよね。そういう VTuber でお金の話をしても、受けないんじゃないか、集まらないんじゃないかって言って、今まで一つもそういうチャンネルなんだけど、企業とかテレビ業界はね、受けないと思ってるんですよ。こういうね、貧乏人がお金に賢くなってもらっては、政府とか投資家が困るんです。働く人がいなくなってしまうから、家畜として働いて、ストレスを溜めて年金をもらう前に死んでもらったら都合がいいなっていう、今の日本を継続していきたいのかなって思っております。とにかく僕を好きでいる人たちが経済圏を作ってお金持ちで家畜を扱う側になってほしいということで、このチャンネルを運営しています。話を戻します。代々木アニメーション45年以上の教育実績の活用。VTuber 学科では、この長年にわたる教育をノウハウを活用して、学生一人一人に合わせた指導を行っていきます。トークスキル、歌唱力、企画、分析、自己プロデュース、SNS 活用術など多岐にわたるスキルを総合的に学べて、つまり VTuber として全方位的な能力を身につけることができると書かれています。ここまでの投資家としての僕の感想は、企業は宣伝と企業イメージの向上を目的としているので、赤字でなければいろいろな企画が寛容的に認められています。そのため芸能人を雇うのではなくて、タレントのコストを意識するんだったら、僕だけじゃないですよね。給料とは業務内容と所属する会社基準で決まりますので、給料月100万円とかはありえないんです。一般社員より責任を考慮すると高いんでしょうが、トップ VTuber でも企業 VTuber は報酬40万円といったところでしょうか。スーパーチャット1億円もらったとしても、企業の協力があってのことなので、3、40万円の固定給にボーナス6ヶ月分が考えられます。実際、報酬の基準はチャンネル登録者数100万人とか、収益が1人当たり7000万円のエニカラー503人の基準を考察したもの。実際に会社員ではなく、個人事業主として経費を開設している VTuber もいるので、相場の年収より低い税金で効率の良い所得を形成していると考えられています。つまり、会社員以上のマネーリテラシーが要求されるということです。あとは自分で手取りを増やすか減らすか、自分の責任で税金をコントロールしなさいという、マネージャーをつければどうにかなるかもしれませんけど、これからやりたいよ、エントリーしたいよ、もしくはそういう生徒を雇いたいよっていう人にマネージャーをつけると、それってめちゃくちゃコストがかかるし、全て教えてくれるわけではないので、話を変わりましょうか。代々木アニメーション VTuber 化の費用は学費サポートはあるのかという件について。学費については僕はあまり興味はないので、ざっと言うと結論300万円。3年時はプラス70万円くらいでトータル370万円くらい。
値段としては平均的なんだけど、オンラインでも100万円の施設、整備費がかかるっていうのは疑問です。学校を利用しないけど、なんでそんなかかるのかなとか。ただ、10万、20万円違ったところで大した違いはない。本当に学びたかったら関係ないですよね。割引の制度は、この開校を記念して10万円とか、あとは状況サポートで20万円。あとは推し編っていう違うところの入学が決まっていて、代々木アニメーションに変更するっていう時に25万円割引みたいです。そこは僕はあんまり興味はなくて、再現性がないので、投資家としての目線は、親の経費にできるかどうか、自分の経費にできるかどうかなんですよね。大人の人だったら。親や学生の皆さんだったり、親に対して学費払ってもらって申し訳ないなって僕ずっと思ってたんですよね。または親とか、自分はサラリーマンだし関係ないなと思ってない。そんなことはない。何でも建前で周囲のシステムを変えることはできる。洗脳から解き放って自立した思考だったらわかります。提案しよう。例えば僕の親に VTuber 事務所、それかマネジメントとしての開業をしてもらいます。それか自分が開業してもいいです。要は節税効果が最も高い家族から経費で所得を差し引くことで脱税に近い節税ができます。もちろん活動実績を記録して脱税と疑われないような痕跡を残す必要があります。高校生とか大学生とかそういうのとは異なって専門学校というのは授業に直接関わる経費として認められる可能性が高いようです。開業した事業内容、VTuber 事務所とかでね、自分の子供を学校に通わせ育成する。これは従業員の研修として処理されます。節税の還付金。経費は機材でさらに増え、なんだかんだで400万円くらいになると思うんですけど、その累進課税 20% だとして80万円の還付金。来年に反映される税金とかを考慮すると100万円の節税につながるでしょう。従来の VTuber 化と週1コース、従来からある VTuber 化週1コースの比較。実は代々木アニメーション学院には週1で VTuber コースを学ぶというものがあります。新しく開校する VTuber 学科との違いは何でしょうか？新しく VTuber 化におすすめな人、VTuber としてのキャリアを本格的に考えて、業界の最前線に活躍するために幅広いスキルを身につけたい方に最適。特に2次3次のような大手 VTuber グループの運営企業が監修するカリキュラムを学びたい方や、実際プロジェクトに参加して経験を積み重ねたい方にはおすすめです。これは僕も非常に興味があって、経費として処理はできるでしょう。しかし、僕の問題で課税される金額ではないため、経費にしても無駄になる可能性があります。皆さんのお父さんとかサラリーマンをやってる方で経費としてやりたいよっていうんだったらできると思います。開業の件でも本業 10% 以上の収益がなければ雑所得扱いと指摘されます。つまり稼いでもないよっていうんだったら脱税っていう扱いにはなってしまいますね。僕の場合は総合課税で本職が存在しないから一応経費は可能にはなるんですよ。投資課で稼いでるから投資家じゃないかって？それは投資っていうのは分離課税で総合課税とは別なんです。どうですか？この世の中本当に不公平ですよね。よくできてます。とにかく2次3次が監修するカリキュラムを学んで、プロジェクトに参加してもらう、企画にねじ込んでもらえるっていうのはすごい興味をそそられるし、クラスメイトの仲間を集めたり、事務所から声がかかる場合もあるでしょう。それと比べて週1コースの VTuber は誰をターゲットにしてるかというと、忙しい社会人とか学生、または学費を抑えて VTuber としての基礎を学びたいという人に適しています。このコースは VTuber としての活動を趣味とか副業として考える方に最適とされています。自分のファンを集めるんだったら本気で活動すべき。趣味だったらそれなりの人しか集まらないんですよ。ひどい言い方すると雑魚しか集まらない。チャンネルとかコミュニティに雑魚がいくら束になっても相手にはならないし、治安も悪くなります。文句も多くなってトラブルも多くなる。お金も集まらない。ただ、マネージャーの研修費用として学ばせるっていうのは有効かもしれない。来ました。資料請求を僕自身が行って、代々木学園から電話があって、オンライン説明会を受けないかっていう視察分析をしてみました。証券番号5032の絵にから基本提携してるのかな。だからカリキュラム週1コース監修とか日本テレビグループ初のリアルと VTuber のプロジェクトパラストっていうのが学生が参加できるとかあるのかなっていうのを予想しました。大株主には確認はできませんが、時価総額が2006億円、95億円以下だったら記載がないので、その範囲で代々木学園が施設投資を行っているのかなとも考えられます。違ったとしても、メリットがないとこのように監修しないので、どのような関係があるんでしょうかね。エニカラー株式会社、代々木学園 VTuber 学科の入学生に対してのコメントがこれです。幅広い VTuber 活動にチャレンジされる方が誕生されることを期待しております。投資家 VTuber は僕に言ってんのか？
ここでパラストについてもう少し深掘りしていきます。ここが重要なんですよね。テレビグループ初のバーチャルエンターテインメント企業、株式会社クラウンエンターテインメントとタッグを組んで、リアル×バーチャルな VTuber プロジェクトパラストに参加できるっていうこと。なぜこんなことになったのでしょうか。クラウンっていうものは日テレの分社化した子会社にあたります。この子会社が VTuber 事務所を作りたいっていう話があったようなので、一方で代々木学園っていうのはアイドル事業を行っています。AKB グループだったかな。そんなグループがテレビで出演させていただく関係で意気投合したらしいです。2社の会議で VTuber 事務所を作ってはどうだろうかという事業計画が採用されたようです。メタバース空間で地上波の音楽番組ミュージックバースが日本テレビで24時59分より放送スタート。こういうのがあって、レギュラーメンバーとしては、ホロライブの大空すばる。ホロライブはカバーですけどね、大空すばる。チャンネル登録数は140万人を超える大人気 VTuber。今回地上波番組のMC 挑戦でスタイリストな番組で新たな一面を見せるとか書かれてますね。誰も見ない深夜1時にあるらしいです。きっと試験的に行っていて、将来はゴールデンタイムの20時。でもこんな VTuber が絡む番組が増えてきそうな予感もしなくはない。テレビ自体自動的に情報が一方通行なので、投資家にとって賢い人にとって時間効率がすごく悪いんです。僕もテレビは見ないようにしています。自分が選んだコンテンツで YouTube プレミアムで CM 広告なしで無駄な時間を過ごさないようにしています。アイドル業界とテレビ業界、代々木学園がなぜ VTuber 業界に入ってきたんでしょうか。それは VTuber 業界ですでに需要がある子供も社会人からもがっつり儲けていきたい。これは勝手な僕の妄想ですけど、普通そうなりますよね。まずは教員を雇いたい。あれ初めてのことだからスキルがない。どうしよう。カリキュラムに関してエニカラが監修してくれることとなった。しかし、人に教えるためには自分が理解しないと伝わらない。その結果、一から VTuber を勉強するためにミュージックバースを日テレと企画をした。僕としては最初から VTuber をやってる人を雇った方が早いし、現場の声を生徒は聞きたいと思います。一から自分でやることは膨大なコストがかかりました。それに見合うリターンがあって、それは配信に信用力がつくっていうこと。運用チャンネルにファンが集まったっていう僕が配信活動をしていてすごく嬉しかったことです。やはり僕と異なって仕事でやっていると発言は制限がかかるし、広告収入とかスーパーチャットも会社の学園のものとなる場合が普通なので、従業員も儲けの一部を受けているインセンティブを設けると、社員とか学生のモチベーションアップと個別に顧客を開拓できるっていうわけなんです。だから会社のメリットはファンを間接的にタレントを通じてお客さんと企業を関係性を持たせるということ。入学生のメリット。ここは結構学生に嬉しいところかな。2026年3年後のトレンドをどうやら代々木学園とかエニカラーは知ってるらしいです。入学して2年後卒業してトレンドが古くなって役に立たなかったら意味がないんです。やっぱりそれは学校も知っていて、特にここ VTuber 業界ってめっちゃ早いじゃないですか。動きが。学校の授業って何の役に立たないよねってありますけど、専門学校というより専門知識を身につけるために関心の高い生徒が入ってきやすいので、やっぱり役に立たなかったら意味がないし、満足度も下がるし、レビューとか評価っていうのは下がるんです。だから卒業時にしっかりと役に立つ知識にする必要があるんです。なので教育に反映されていくと言われています。説明会で声色の分析から自信満々に言ってるプレゼンターを見て、本当に3年後のトレンドを知っているようで、有益な情報でした。未来を知ってる人がいるんだなと。エンターテインメント事業、施設運営事業によるフィードバックが代々木学園はあるために、未来の予想ができていると考えられています。ただ、僕たちのような投資家メインで VTuber 好きだよっていう人の存在は把握されていないので、今後も投資 VTuber が表立って活躍するなとは思ってないようです。とにかく話をまとめると、入学生のメリットはアニメ業界とか舞台作品に出資を行っているわけなんで、当然権限があるんです。キャストを代々木学園の生徒を確保することはできる。キャスティングの権限ですね。株主と同じ考えで株数に対して議決権をもらうっていう。鈍い人がいるかもしれませんが、もっとズバッと言うと、実力が低くても競い合うのは学園内の生徒でいいんです。学園内の生徒で1位、2位とか40人のうちに1人とか選ばれれば、外部のオーディションより貿易度が抑えられるんです。4万人の VTuber と戦うより、40人のクラスメートと戦った方が簡単じゃないですか。これは学生にとってのメリットでしょう。さて、これはパンフレットにはないことですね。カリキュラムについて必要なスキルを身につけてどこでも活躍できる人材を目指すということで、曜日によって異なるんです。まずこれ、月曜日が基礎と演技、
発音と滑舌、読解力の強化、あとキャラクターボイス。火曜日は動画編集について、切り抜き動画、エフェクト、サムネイルの制作。そうですね。サムネイル制作僕毎回30分から1時間をかけていますね。水曜日は歌唱について、課題曲の歌唱、音楽理論の基礎。吹奏楽でフルートを4年やっていたけど、どんな内容か気になりますね。何を習うんだろうな。木曜日、配信スキル、ネットリテラシーとか配信知識、SNS マーケティングについて。マーケティングは2年間交通事故で寝込んでる間に勉強したので、僕の知ってるやつと一緒なのかな違うのかなって興味あります。金曜日、セルフプロデュース、自己分析とオーディションの対策、トーク力。これはね、結構有益だと思いますよ。オーディション対策っていうのは、企業がこういう人欲しいだよ、こういう子欲しいんだよって言ってくるわけなんで、対策できて当たり前なんです。これが社会人で違うとこからオーディションを受けると対策ができていないわけなんで不利になるんですよ。ただ僕の意見を言いますね。全部あったらいいなという、それは推奨されるスキルであって、学生みたいに時間があるんだったら学んで損はないです。僕の場合とか大人は生きる時間が少し短いんですよ。短時間で勝負をしている。また、投資で利益を出し続けるためにリサーチ作業を行いながら勉強をやる。SNS マーケティングだけ勉強したいとか絞って単体でカリキュラムを販売してほしいと僕は感じます。大人で VTuber 経験してお金払ってここだけ学びたい社会人は学生以上に予備軍で多い感覚があります。動画制作とかサムネイル制作はお金さえあればね、外注してくれる。片手間で配信して VTuber で実績が残せるほど甘くはないんです。夢を本気で叶えたいんだったら、それ以外のものを捨て去る覚悟をすべきなんです。学校であれやこれを詰め込むのは時間がある。学生くらいで。学生もできればもう絞ってほしいな。でも何が向いてるか分かりませんもんね。向かないと思ったらやめる。ほら、スティーブ・ジョブズとかやめてるじゃないですか。レビューサポートに移ります。3年で何もないところから VTuber って何にもなかったところなんだけど、3年で市場800億円のお金が流動するようになりました。今後も鈍化することなく YouTube やエンタメに占める VTuber 要素が多くなるっていうのは僕も共通の意見です。5年前なんか事務所っていうのはこれみんななかったんです。僕も事務所作ったら、この中に入ったらかなり異質な事務所になりそうですね。投資案件は富裕層に好まれるコンテンツなんで、投資家 VTuber 事務所が1件くらいできるかなって僕思ってます。人材派遣と同じような紹介料を企業からもらうのが常識なので、勝手に手数料とか、僕はこれ今回書いただけなんですけど、学生には関係ないことなんで問題ないです。人材派遣会社は手数料を毎月給料から取るわけだからすごい残酷だよね。今は日本人だと法律が厳しくなってしまうから人材派遣会社は外国人で利益を上げています。外国人は日本の法律で完全に守ることができないから、とにかく学生のメリットというものは企業とマッチングしているから、実際印象と違ったとか、そんな事態を防止してくれるので、社会のことを知らない学生にはしてほしいサービスです。最後に代々木学園アニメーションのメッセージ。一番伝えたいことはというと、あなたも京アニの VTuber 学科で活躍し続ける VTuber を目指しませんかっていう。もう少し僕にお金があれば入学したいなと思いました。非常に魅力的で、娯楽じゃなくて仕事として教える期間ができたんだってすごい時代の流れを感じます。はい、まとめいきましょうか。VTuber 化は2024年4月に新設された専門学校で従来の VTuber 化を進化させたものです。人間の娯楽から職業への転換が進み、VTuber を育成する専門校が必要、できたっていう娯楽を楽しむ時代が到来して、VTuber は職業として成立する可能性があるなと。あとは VTuber の経済圏ができる。貧乏人とお金持ちを別にする。どんどん格差っていうのは生まれていく。学院の特徴は2次3次の企業がカリキュラムの監修をしていて、日本テレビグループパラストプロジェクトの参加とか45年以上の教育の実績があるということ。関心がある人は資料請求を行ってみると、こう2冊とか、ポスターも入ってくるので結構嬉しいです。企業 VTuber はそんなに儲からない。思っていたより儲からないっていうこと。あとは節税の対策として経費にできると、代々木学園とか自分にもアドバンテージになるでしょうね。VTuber 学科従来のやつとの比較。やっぱ本気でやるんだったら VTuber か。あとはね、企画にもねじ込んでもらえるっていうのがね、設備は使わないけど、そういうねじ込む権利を買うっていうんだったら、納得いきます。N から株式会社 VTuber 学科の入学生に対してのコメント、いろんな人が入るといいな、活躍できるといいなと、投資家だって言ってもね、おかしくないと思うし、起業家とかも入るとすごい幅が広がりますよね。学生で学べることはマルチスキルを身につけて VTuber としての多彩なスキルを学ぶこと、あとは未来のトレンドを教えて、
教育内容に反映されていて、エンターテインメント事業の連携によって未来の予想ができているっていうこと。あと VTuber 業界の拡大を予想していて、将来的に投資家向けに儲かるだろうなっていう話。あとは代々木学園っていうのは企業からのこういう人が欲しいよっていう要望からマッチングを行って、オーディションの対策を事前に知っているっていうのがすごく大きいですよ。何でもお金があれば有利な状況に運ぶことができる。お金とは万能の道具です。有名になってお金持ちになる人や企業。一方で、これからの時代っていうのは逆なんですよね。逆にお金があれば有名になれるっていうチート能力。それがお金。結論言うと、歌が下手でトークも下手って言っても主役になることが可能です。2次3次のオーディション、1000人がエントリーして7人が合格とか、確率に言うと 0.07%。宝くじに例えるとめちゃくちゃ再現性のないものなんです。ギャンブルです。株っていうのは上がるか下がるかの2択だけなんで、儲ける確率っていうのは 50% ですから、儲けて当たり前なんです。働かなくていいかって？人間、生きる目的がなんだかんだ必要で、なくすと老化するんですよ。人間との交流がない、孤立する、引きこもる。そうすると、エネルギーを得ることができない。生きる目的を見失ってすごい老けてくるんです。幸せに生きることが、人との関わりを持って幸せに生きるっていうこと、時間を過ごすっていうことが長生きのコツなんです。アフレコでアドリブで言うんだったら VTuber になって食っていくっていうのは大谷翔平に俺はなるって言ってるようなもんですからね。何千人のうち何万人という野球のプレイヤーの頂点に立てるかっていう。しかも個人がだよ、何の根でもない。僕のような VTuber っていうのは収益がなくても生きていける。日光を必要として暗くなると枯れてしまう。そういう植物とは違ってキノコみたいな感じなんです。VTuber は同じ種族ですけど、体の構成物質が根本的に異なります。会社員が稼いだ利益を投資家が吸い上げていく。税金も僕はただ。かなりこの世界は働く人には厳しくできている。それなのに貧乏人は勉強しようともしない。もうそれでいいんです。相手にしなくて。僕のファン以外の人間、お金持ちを尊敬しないという人間は何も考えない。家畜の状態で生涯を終えてほしい。だからチャンネル登録者数を無理に増やすことっていうのはやってないです。チャンネル登録者数100万人を超える VTuber でも個人事業主としての契約なので、金融に詳しい人がマネージャーになるか、それから自分自身が詳しくなる必要があります。初期の段階でファイナンシャルプランナーを有するアシスタントとか雇ったら月20万円とか確実に飛ぶから、企業とか事務所のアシストが通常は必要ということになります。僕とかは例外で投資家で生活しているのでお金は専門というわけ。投資チャンネル VTuber で実績があるっていうのは見たことがないです。スマートフォンが世界を変えたように、企業や視聴者からの収益に依存しない新種の VTuber が幅を利かせてきそうです。お金があったら信用が集まって、信用というのはスーパーチャットとかグッズとかお金に換金返還ができるもの。逆にそれもできるんですよ。逆にお金があったらお金を宣伝広告費という認知度に変換することができるので、企業の得た儲けっていうのは有名にしたい人に Twitter とか YouTube に広告を投じて有名にさせたりするんです。NISA 制度の導入で日本は投資をすることが常識当たり前となりました。最高ですね。みんなまだ投資を知らないバカなユーザーが 99%。YouTube の収益に依存しないし、会社員でもないので何もかもが自由。だから他のみんなと違ってチャンネル登録者数を血まの子で増やす。もうね、総合フォローで増やすっていう、そんなくだらないことを、そんなコストパフォーマンスの悪いことはしないんですよ。お金持ちは全人口のもう 5% とか 1% 以下で少数のわけなんです。お金の話をすればマウントされるとか嫌われるし、節税の話で有益な話をしてあげてるのに疑われたり、貧乏な人たちは勉強する意欲がないので今の状態に満足していないにもかかわらず話を聞かない。僕はそういう話したけど無視され続けて不快な思いをしてきました。貧乏人のバカな人たちはもう無視して、もう僕と家族のために利益になることを YouTube に切り替えた。コンテンツを切り替えました。2023年4月から半年で1万人チャンネル登録者数が増えたんです。身勝手なコンテンツ制作で意外な発見。YouTube 視聴者がフィルタリングされたことでお金持ち、それから投資を行っている利口な人がチャンネルに循環し始めたんですよ。足を引っ張る人とか嫌な人をね、どんどん徹底的に排除して、将来になりたい、憧れる人と接することで投資のセンスが飛躍的に向上しました。2年前、ニートで資産が300万円だったのが、利回り 30% 以上で600万円以上になりました。人の影響を受けているんです。このようにお金持ちのファンのコ
コミュニティが出来上がれば、バカな人を相手することなんかなくなって、生きる時間を節約することができます。無駄な時間を節約することができます。生まれた時間で大切な人、有益な人と付き合うことで、お金の経済面と人間関係の精神面において幸福になれるっていうのを見てきました。結論を言います。YouTube 活動の目的は、無知な人間の目に触れない場所で豊かな人が集い、さらに資産を増やしていく。賢い人たちのためにバカな人間が働く。賢い側になろう。賛同する者はチャンネル登録して仲間になってください。いいねしたりすると似たような人がまた拡散されるようです。最後に僕たちの理念は僕たちだけで幸せになっていこう。自分が幸せになると人に親切にできる余裕が生まれる。親切なんて行為は感謝となり自分にリターンが来る。それが幸せな生き方。日本の未来、コミュニティの当たり前となるコミュニティに属するかはあなたの自由。それではまたね。